すごい器用に動いてるイメージがあります。指なんじゃないかぐらい無重力状態みたいな、そこからやってあげると深くこうやって入るんですよね。確かに確かに。ちょっとテクニックを入れてあげるとするなら、じゃあ手技に入っていきます。はい。少しこの左右差もうちょっとさっき調整してるんで、左右差もちょっとだいぶ減ってきてるんですけど、はい、少し変化がより分かりやすくタクト君の方にも感じてもらいたいんで、ちょっとビフォーアフターの部分で一旦さっき左だけ、さっき左の調子悪かったんで左だけ一旦やっていきます。はい、さっきの言うその膜のスライドみたいなところの癒着が強くなるのが、よくみんな触られてると思うんですけど、この背骨の周りの起立筋っていうところがすごい癒着が強いのと、はい、で腕の付け根のところですね、っていうところが癒着が強かったりするんで、そこのスライドを作っていきたいっていうのと、それをするために僕はあんまり点刺激はあんまり使わないので、なので面刺激とあとこの遊び、これを、取っていく。これオイルトリートメントだとこう流していくじゃないですか。流しますね。なのでそもそもこう取ってる状態でやるんですけど、僕らみたいなドライマッサージというか、こういう服の上から直接するときってこうやってみんなこう下にこうやって押す方いらっしゃると思うんですけど、少しこう遊び取ってから押すのと、このまま押すんだと多分伝わり方ちょっと違いますよね。確かに確かに。こっちの方が安定して入るんですよね。けどこれが真上からやると奥の方まで入んないんですよね。確かに確かに、そうですね。なのでこれはもう僕は指先だったり僕肘をよく使うんですけど、遊びを取るっていうのは体に染み込ました方がいいかなと思ってます。でちょっとだけ先触ってやっていきますね。はい。ほぐしの極意としてはこのエリアですね。このエリアとこの肩、こことで腕の付け根、この3つを刺激していけば変化が起きるんで、こう肘を僕は使っていくんですけど、肘はねよく強押しの方にとかってよく言われる人多いんですけど、あんまりこう僕は大きな筋肉に対してはもう基本大体肘でやるんですけど、指でこうやっていくと指壊れちゃうんで、僕らもどうしても消耗品やから、なのでこうどちらかというと強押しやから肘でやるっていうよりは、もうそもそも自分の体を守るためでもあるので、肘はこう自分こう練習しながらしっかり使えるようになった方が施術者人生、セラピスト人生をこう長くできるかなとは思ってますね。だからこう受けてもらっててもその痛い感じないと思うんですよね。そうですね。なんかすごい器用に動いてるイメージがあります。これ指なんじゃないかぐらいこれはさっきのこのエリアですね。じゃあ次腕の付け根の方ですね。さっき僕肘で使ったんですけど、肩甲骨周りを例えば指でするってなればこのまま押してあげたらいいかなと。で筋肉の特徴として同じテンポ同じ強さでこうやっていくとどうしても筋肉が順応しやすいっていう特徴があるんで、なのでテンポと強さをこう入り混じりながら順応させる前にほぐしていくみたいな。順応しちゃうとたまにこの起立筋とかって同じなんかある一定超えるとほぐしてんのに硬くなるみたいな現象が起きる時あるんですよね。それは同じテンポ、なるほど、同じ強さでこう順応しちゃうとそうなるので、でポイント決めでちょっとだけこう持続活入れてあげたり、さらっと流してあげたりとかっていう感じでやってますね。すごいですね。変化させながらってことですね。であとはそのさっき言ったここのポイントですね。これをするのに僕はこっちに回りながらするんですけど、この時によくこううつ伏せでこの状態の方いらっしゃると思うんですけど、この状態だとこう表面の筋肉が突っ張っちゃう状態作るんで、そこからこう刺激、今こんな感じですけど、入れるよりこのまま腕上げてあげて、でここの表面を柔らかくちょっと緩ませてから押したりする方がしっかり中に入るというか。なるほどなるほど。でこれもこう点でいくよりは面でも全体的に。でこの時も遊びをこう取ってから押す、取ってから押す、取ってから押すっていうのをもう体に染み込ましちゃった方がほぐれるのが早いですね。なるほどなるほど。どうしてもこう強い刺激がいい悪いは多分先生いろんな方の考えがあると思うんですけど、僕はどうしてもこう強く押しちゃうと相手も拒否反応が起きるって僕は考えるので、なのでやっぱりこう気持ちよく受けてもらいながらほぐしていくみたいな。いいですね。確かにリラックスしながらも治っていくというか。そうですそうです。でさっき言ったみたいなこう刺激の仕方なんでも変化は起きるって僕は思ってるんで、だとこの主義としては
あまり強くは僕はあまりしないというか、本当にこう3箇所パッパッパって触っただけなんですけど、はい、これだけで十分しっかりほぐれてきてるんで、これ触ってみても多分分かると思うけどね。でもなんかすごい腕を使ったりとか、今のやつもそうですけど、しっかりなんかほぐされたって感覚ありますね。そうですよね。はい。でこれだけでもだいぶ変化が出ると思うんで、一旦これでじゃあ立っていただいて、はい、でこれで一旦腕上げてもらったら、はい、もう全然左が耳につくもん耳につく。これ確かにやりやすい。肩がここがもう全然スペースが違うっていうのもそうなんですけど、はい、腕がしっかり伸びるんですよね。だから肘のもう高さが全然違うというか。本当だ。でこの肩甲骨と胸郭が動いてるんで、こっちがグーって上に上がる感じなんですよね。で人は動く場所がしっかり動くと怪我があまり起きないと僕は思ってるんで、なのでこっちはどちらかというといろんな制限がかかってて、今制限かかってますね。なんか今制限をより感じ始めました、最初より。これで状態でこう施術とかすると、制限かかってる状態で違う筋肉、こういう押しにかかるときに必要じゃない筋肉とかを使いながら押したりとかするんで、けどこっちはもうちゃんと動いてる状態だと使うべき筋肉で、使わない筋肉は使わずっていうことができるんで、そうすると怪我が起きないっていう。なるほどなるほど。確かにただ垂直に押すんじゃなく、遊びを取りながら押すみたいな感じですね。そうですね。なんかすごい気持ちよかったです。どこにもこう皮膚のこういう遊びがあるんで、本当にこういう遊びですね。わかります。絶対あると思うんですよね。これはもう絶対人には絶対あるんで、この遊びを取らずにこう押すっていうよりは、取ってから押す、それをこう早くすると、僕はこう円を描いてるような感じで、こんな感じのイメージがありますね。ここで取って押して取って押してみたいな、そうすると柔らかくほぐれていくのと、あとは遊び取ることでスライドっていうのを作っていけるんで、なので例えば1分かかる、5分かかるところが1分でほぐれたりとかっていう感じでほぐしていけますね。すごいですね。はい、じゃあ、次横向きですね。横向きの先ほどはどちらかというと軟部組織、皮膚、脂肪組織で、そこから筋膜は浅いところと深いところがあって、で筋膜リリースがよく言われてるのは大体深いところの話が多いですね。で筋肉で、そこまでは軟部組織で、次に骨膜のと、骨ですね。でここからやるのはどちらかというと骨の方の調整というか、一般的によく言われてるのは肩甲骨剥がしみたいによく言われてるんですけど、それはどちらかというと肩甲骨の動きだったりとか、僕は肩回りするときに肩甲骨が360度ぐるぐるしっかり回る方がいいって考えてる人間なので、360度そうですよね。やっぱりこうしっかり動いた方がいいと思ってるんですよね。先ほどちょっと喋ったみたいに。なので、少しこの骨格の方の調整っていう形で横向きでやっていきます。ではちょっとだけ動かしながらやっていきますね。このまま持っていただいて、もう本当に一番簡単なのは、この腕がこう上げるときに肩甲骨がぐーっと上がっていくんですよね。こっち側がこういう感じで、この動き、ここの動きをよくしてあげたらいいので、この肩甲骨のところを少し簡単にロックしてあげて、そのままもうこれ回してあげるだけでいいです。一番簡単なのはこれだけで十分ストレッチ効果だったり骨格的なアプローチはしっかりできるんで、でちょっとそこにテクニックを入れていくっていう形になると、このまま上がってくるとき、これで肩甲骨、これ今動き出してるの分かると思うんですよね。これの肩甲骨が1、このスピードが1だったとしたら、圧として 0.5 ぐらいで、少しカウンターで押してあげるイメージですね。だからこのまま上がってくるときに、これがぐーって上がってきた、これに向けて 0.5 で押してあげる。で次こうするときに今度肩甲骨が下がっていくんですよね。こういう状態で、その時が下がりが1だったら 1.2 ぐらいの強さで少しスピードをつけてあげるみたいなイメージですかね。ここで少しグーッと、でここで圧迫して下ろす。だから上がってくるのが1だったら 0.5、 降りる時に1で下がるんだったら 1.2 ぐらいの力を入れてあげるって感じですね。ここで 0.5、1.2、0.5、1.2、0.5、1.2っていう感じですね。一番簡単なのはこのまま固定して回してあげる。ちょっとテクニックを入れてあげるとするなら、上がるこの動きに対して圧迫の仕方を少し変えてあげるって感じですかね。でこの時にこの重力がない状態、腕の重力がない状態作ってあげると、この付け根
ここがすごく深く入るんで、さっきの癒着してる場所ですね。これがこの状態でこうやってほぐすより、この状態で無重力状態みたいなのを作ってあげて、そこからやってあげると深くこうやって入るんですよね。確かに確かに入ってますね。これは本当に簡単に使えるんでやってみてください。で次が、これは本当スポーツ選手とか、一般の方でも体の柔らかい人とかは使うんですけど、ちょっとこれを真横にしっかり向いてもらって、で楽にしてもらって、で肩甲骨はそもそもこういう風に外側にこう広がる方がいいので、なのでこうするよりはこっち側ですね、こっち側に少しだけ圧を入れてあげてから、この状態でさっきの1が上がってきた時の 0.5 のカウンターで力を入れるっていうのと、1で戻る時の 1.2 のやつを、もう可動がいくこうマックスの場所から最後のとこまで広げてあげるときに、これでやってあげるところですね。細かい動きでやってあげる。0. この時に1でこう上がっていくので 0.5 で 1.2 で下ろすっていうのを細かくする感じです。すごい。これは本当に水泳選手とかはすごく欲しい可動なんで、なるほどなるほど。クロールとか。そうですそうです。確かに。でもそうですよね。スポーツやってる人は少しでもこれで動きが変われば違いますもんね。もう本当1ミリ2ミリのこう調整の世界なんで、でそれがね本当1センチとか変わってきたら大きく変わるんで、確かにそうですね。一かきで1センチ違ったらだいぶ違いますからね。いやそうですよね。いやこれ確かにスポーツされてる方必見ですね。これはさっき言ったこっち上げる時の肩甲骨上がってきた時に少しカウンター入れてあげる。これが1で上がってきたら 0.5 で戻す時に 1.2 で下に下げてあげるって感じですね。でこの状態で戻してあげて、でよくこの肩甲骨触る時にこうされる方多いんですけど、こっちの方が力が抜けるんで、これで楽にしてあげてからちょっとだけ押したら肩甲骨がこれで出てくるんで、そのまま持ってあげて。すごいですね。なんか肩甲骨がなんかすごい動いてるイメージが。そうですよね。であとはこの上のマックスと下のマックスで、こっちとこっちを動きで合わせてあげたらいいんで、本当にもうこうやって回してあげるだけで肩って動いてくるんで、この時にこうちっちゃく回したらあんまり効果がないんですよね。しっかり回してあげる。で最後簡単に上向きでやりますね。じゃあ上向きです。で最後こうするとここに肩甲骨はちょっとだけ外側が出てくるんで、そこに手をちょっとだけ引っ掛けてあげて、でこれでこう広げてあげる感じですね。この時脇が、それ本当にもうその辺すごく分かると思うんですけど、やっぱりリンパの流れが悪くなる場所なんで、あんまり仕込んでいっちゃうとすごく痛いんで、優しく包みながら押してあげる感じですね。でこれで骨格の方ですね。骨格の方の調整っていう形で、これで軟部組織と骨格と両方やって上から下までの層をやったって感じですね。確かに最後のやつはやっぱちょっと深かったですね。そうですよね。でこれでちょっとスッて上げてもらうと、確かに全然違うわ。これも全然動きがね、前から上げてもらったりとか、こっちがやっぱ制限かかってるのは本当にわかる。確かにこっちがやっぱ重く感じて、こっちがやっぱ軽いというか、そうですよね。動きやすいですね。なんか今みたいにこうやって回すと左右差すごい分かると思いますね。それと確かにそうですね。なんか感覚的に本当にこっちがこう行こうとした時に突っ張る感じのイメージがありますね。なんかこう施術者さん同士でも少しこうやってお互いやり合うことかしたりして、動きを作っておいてあげると、じゃあさっき言ったみたいに怪我が少なくなるので、なんかそういうので本当に動くべき筋肉、動くべき関節とかがしっかり動けば、体って怪我はしないので、なるほどなのでそういうのは僕たちの体を守るためにも、僕らも体のね、力仕事なんで、やっていただけたらなと思ってます。練習をお互い試合1個しながらも自分たちでね、ほぐしたりして怪我しにくいように、セラピストさんたちもやっぱり肩周り首周りね、力無駄にこう入れすぎちゃうとこうね、バリバリの人もいると思うので、ぜひ皆さんこれは施術者さん同士でやってみてください。ちょっとね皆さん勉強になったと思うのでね、ぜひいろいろ学んでいただいて
でね、はい久喜さんのチャンネルでもこういう技術とか、そうですねいろんなことをは多分ね、い、いろんな目線からのはいアプローチお伝えしてるんで、この後は首周りを首がね首ぶっ壊れてるんで本当にお願いしたい。首の方もねちょっと調整していくんで、はいぜひ見に来ていただけたらなと、ぜひ概要欄に首の調整をね、ぜひ見ていただいて、チャンネル登録と高評価、通知ボタン、シェアとか保存もねぜひやってみてください。はい、はい、ありがとうございます。また首もお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。